この動画は真っ黒になったエンジンをきれいに再生しようとする男の挑戦記録第3話である。前回の動画はこれがこうなってこうやは前回動画の再生数いいねが伸びなかったからといってコストカットしすぎですね。でもいいねコメントなど視聴者の反応が動画制作の一番の励みになるのよね。ということでいつもごひいき感謝いたします。茶番はさておき、前回の動画は燃料添加剤 FCR062 を添加する前は真っ黒だったけど添加1回目は結構綺麗になった。でも燃料噴射された箇所以外は真っ黒のままで直噴エンジンだと限界があるのかもしれないとなった。そして2回目の添加をやってみたものの確かに少し綺麗にはなったがそれほど劇的という程度でもなかったし燃料が噴射された箇所以外は真っ黒のままであまり変わらなかったのであった。ということで今回の動画は FCR062 のサイトには 2,3 回連続使用がおすすめと書いてあったので3回目を投入してみます。そしてどうせ投入するなら2回目と同じじゃ面白くないということで昔からよく言われている高回転までぶっ回せばエンジンはきれいになって調子がいいもんじゃというありがたい先人の知恵を思い出したので高回転で走ってみることにします。果たして先人たちの言う通りエンジンの内部がきれいになって好調になるのかそれとも効果はないただの都市伝説なのか検証していこうと思います。注入タイムなのだ。色と黒は夕日の印に14時間戦えますがビジネスフォービジネスフォージャパニーズビジネスフォーは今回も首都高をぐるぐる回ってみたよ。夜なので車は少なく快適に走れる環境ですわ。もちろんこの後に80キロエリアにも行きます。ところで3回目を注入してみたフィーリングはわからん。2回目と同じで特に何も変わってないですわ。快調というわけでもなさそう。そらそうよ。まだ高回転に分回してないから。ということでこれから高回転で走ります。今回も一番シリンダーの中を確認していくわよ。まずはプラグの状態の確認から。特にウェットということもなさそうだし激しく消耗しているとかでもなさそう。前回の添加2回目はこんな感じだった。今回の3回目がこれ。相変わらず少しすすっぽいけど全体的にはあまり変わってないですね。それではシリンダーの中を覗いてみましょう。何これまた真っ黒に逆戻りや。いやいや待てよ、そんなわけはない。前回の2回目の時と比べてみましょう。
これが2回目。そして3回目。2回目。3回目。やっぱり真っ黒に弱戻りや。原因は添加剤の回数を増やしたことではないでしょう。だって1回目から2回目は改善しているので、2回目から3回目も当然改善はするはずです。じゃあなぜ真っ黒になったのか。先人たちのありがたい知恵も拝借したのに妙だな。そう、前回から変えた点はこれ。高回転までぶっ回せばエンジンはきれいになって調子がいいもんじゃ。まさかの逆効果なのだ。ちゃんと高回転まで回したはずだけど、高回転まで回せばきれいになって調子が良いと聞いたのに、なぜ？あれは嘘だ。カーボンが焼き切れるどころか逆に溜まってますからね。添加剤できれいになる以上に汚れる速度が速かったということでしょうか。じゃあなんで高回転で走ると汚れるのか、いくつか考えられるが、一つ目は理論空燃費から外れているということ。高回転はノッキングでエンジンが壊れないように燃料噴射量が多くなります。いわゆるリッチバーンというやつです。理想的な空気と燃料の割合である理論空燃費1対 14.7 ではなく、例えば1対10とか、燃焼室は燃料が濃い状態となってしまいます。つまりはガソリンが濃すぎるので燃え残ったカスがデポジになったということ。逆に言うと理論空燃費ではガソリンが完全燃焼するのでデポジが発生しにくいということになる。このエンジンで言うと2000回転近辺で走るのがベストということになる。エンジンの負荷が少ない回転域とイメージしてもらえば分かりやすいかもしれない。最近の車は燃費性能を上げるために中低速重視型のエンジンなんです。高回転型エンジンでない限りは回しすぎると逆効果になります。2つ目は高回転はブローバイガスが発生しやすいということ。高回転ほどピストンの隙間からガスが漏れやすく、クランクケース内にガスがたまり大気に放出するわけにもいかないので、再び燃焼室で燃やす必要があります。そのガスはオイルミストをまとった状態でインマニから吸気されるということです。当然燃えカスが発生しやすくなりデポジとして堆積するという結果になります。おまけとして高回転かどうかとは関係ないけど、今回汚くなった要因の一つにガソリンが良くないという可能性も考えられる。出光の廃オクを使ってたら真っ黒になったのでYは疑ってる。廃オクはオクタン価が高いためノッキングはしにくいが着火もしにくいものである。着火しにくいということは燃えカスやすすも発生しやすい。もし清浄剤が入ってないと真っ黒になって当然ということになる。昨今廃オクはどこで入れても一緒と言われているが、欧州車は繊細なのでエンジンのフィーリング的な違いは感じることができるし、後の検証で興味深い結果も出てきたので、これは次回のお楽しみということで、要するに今回きれいにならなかった原因はこの3点が考えられるということです。汚れたままもなんなので低負荷で走ったら汚れがたまらないのか試してみた。さっきの状態から低負荷、つまり高速巡航速度で走れば幾分化は良くなるはずである。先ほどの結論が正しいのであれば、燃料添加剤を入れて効率よくきれいにしたいなら高速巡航速度で走れということになる。それでは燃料添加剤投入3回目の続きとして高速巡航後の状態を確認します。
さっきより綺麗になってますね。ちなみに高回転の時はこんな感じだった。今回は溜まったデポジを溶かしながら落としている感じがします。さっきの汚れがひどかったのか、すぐに綺麗になるとまでは至らなかったようです。やはりデポジを落としたいなら高速巡航で走れでいいでしょう。次回いよいよハイオークガソリンを変えてみます。今まで使っていた出光をやめてエネオスに乗り換えです。次回北斗の拳美しき剣士霊体ユダ、男の花道に涙はいらぬ。霊の命はあとわずか。出光とエネオスでハイオークの品質に差があるのか、それともやはりどこで入れても一緒なのか検証していきます。チャンネル登録してお待ちいただければと思います。絶対見てくれよな。